FM Osaka. 85.1. あんた、踊らなさい。FM Osaka. Osaka. Take it easy. 11月21日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオからダッシム、アバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。またね、ちょっと収録がお久しぶりになっちゃったんだけど、最近の私は、忙しいです。はい。ちょっとやっぱね、すごい今、何をしてるかっていうと、めっちゃ振り付けしてます。めっちゃ振り付けしてて、すぐに、発表できるものはないんですね。だから今ちょっと本当に、そう、何してるんだって感じかもしれないんですけど、なんか何個もあります。だから早くね、発表してって感じの気持ちでいっぱいなんだけど。でもまあ、そうね、今年は結構そういう、撮影とか、作り物も多かった気がします。まだちょっとだから、ね、年末バタバタしてるけれども、準備してる段階って感じですかね。交互期待。もう早く言いたい。交互期待って合ってます？合ってますよね。でもまあ、最近もね、海外にまたちょこちょこ行ってる仕事で行ったりだとか。で、あと大阪にね、今週はちょっと長めに、1週間は入れないけど、ちょっと長めにいるので、ちょっとだけ、休みましょうっていう感じで自分的には、仕事しつつ、ピラティスにも行ってますっていう。やっとね。ちょっと体がだいぶやばいこと。Thank you so much の特製クリアファイルです。こちらをお二人に差し上げますということですよ。やばくない？サザンのグッズを、まさか、あかねクラブからプレゼントさせてもらえるだなんて。もうファンとしてはすごく嬉しいことでございます。はい。もうすごい素敵なサザンのね、5人が、手繋いで万歳してる瞬間の、これがだから、ブルーレアと DVD のね、なんていうか、表紙パッケージジャケットですかになっておる、デザインのものがですね、ファイルになったよということで、こちらを二人に差し上げます。応募はですね、FM 大阪のホームページをポチッと、そしてメッセージを送るところからあかねクラブをポチッと選んで、住所、名前、電話番号を必ず書いて送ってください。応募はですね、あさって23日日曜日までとなっております。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。という感じでございますよ。ぜひね、そのメッセージのところにですね、サザンの愛をね、たくさん伝えてもらえたらと思います。サザンに対しての、もう、これだけ好きだよっていう気持ちをね、ぜひ、皆さんからの応募を待っております。この、サザンオールスターズのブルーレイ、DVD なんですけど、先日のね、11月19日に発売開始ということで、もちろん私は、もちろんゲットしております。当たり前に。当たり前にね。で、私はもう今回のこのライブツアーも、すいません、もうありがたいことに当選もして、しかも、京セラドームの、本当に1階のど真ん中の、本当にもう前からすごいいい席でね、当たりまして。十分知見良かった。今年すごい良かったんで、まあ、この、ライブをね、本当に近い距離で見させていただきました。はい。なんで、まあ、やっぱその思い出、涙の思い出も、もう一回ね、ちょっと体験したいな。絶対体験したいなと思いましたね。もちろんゲットしております。はい。皆さん、ブルーレイの方、DVD の方もね、ぜひ、ライブ見に行けなかった方はもちろん絶対ゲットしてください。最高です。最高のライブ映像でなっておりますので、皆さん見てね。はい。興奮気味でお伝えしておりますが、あかねクラブ、今日の1曲目はね、もちろん。これも、貴重な音源、今から流します。サザンオールスターズで、神様からの贈り物のライブ音源です。行きましょう。盛り上がるぞ。On the your feel quiet and your sky. Things like while I need and see it that could down. I don't try to find you.
カナクラブ、それでは、アバンギルディの、おかっぱということで、今日はこの二人が来ています。それでは、一発ゲート自己紹介お願いします。モカさん、モカさんって言いちゃった。皆さん、耳元ですが、手出していただいて。手ます。じゃんけんで、ほい、あいこで、カマキリ。はい。ありがとうございました。はい。名前を言ってるんだ。モカです。モカです。よろしくお願いします。トス、レシー、スパイスからのアラビアン。あやしです。お願いします。ください。口が大事です、これ。ありがとうございます。ちょっと、今日の放送は大丈夫ですか？あれ大丈夫ですか？不安になりますけれど。はい、ということで、このお二人が来ていただきました。はい、お願いします。はい、もう11月21日ということでね、もう、下半期っていうか、年末に入ってきているなって感じですけど、いかがお過ごしですか？私は、最近お誕生日が、あやねさん。はい、私あやねは最近誕生日だったんですけど、毎年誕生日が来ると、年末だなって感じるので、すごいたくさん今年をお祝いしていただいたので、より、もう今年が終わるっていう焦りを急に感じてます。なんかプレゼントとか自分で買ったりとかしましたか？まだ買えてないんですけど、すっごい今年悩んでて、毎年一応買うんですよ。自分にね。はい。なんですけど、今年は、ヘッドホンにするか、最近謎解きにハマってまして、謎解きのキットを買うか。何それ、そうなの？あるんですよ。なんか、めっちゃすごい種類あるんですけど、巡るタイプのやつもあって、家でやる紙が何枚も入ってて、どんどん謎解き進めていくみたいな、問題集みたいな形式のやつもあって。巡るやつっていうのは何？実際の？実際に、なんか、場所に行ってとか、イベントがすごい今謎解きブームで、いろんなところでやってるんですよ。そんなあってる。だから、駅でやってたりとか、あとは観光地でやってたりとか、なんかその巡るのを一人旅で、すごい。何それ？知ってるじゃないですか。あるんや。そうなんですよ。それはちょっとなんか、やりたくないけど。あれ？気になる。やりたくないって言ったらあれやけど。やってみてほしいって。自分はそうせんけど、やってみてよって。じゃあもう、そっちにします。そっちにしてみて。自分へのプレゼントは、どうぞ来た。すごい。なんかみんな、見たいよな。めっちゃ楽しみです。もうでも、普段から謎解きすっごい買うんですよ。オンラインのやつもあれば、でも私は紙のやつが好きで、こう、一人で書いて解き進めていくみたいなのが、なんかオンラインってやっぱりちょっと、わざわざ書かないじゃないですか、メモ。わかりません。書かないんですよ。書く人がいいよ。ないんですけど、もうこう真剣に画面で進めたくなっちゃって、記憶みたいな感じなんですけど、私は。書く方はもうどんどんメモが真っ黒になっていきます。やったことあるね、だから私も。面白かったですよ。楽しいですよね。楽しいけど、だから一人ではなくて、私は何人かでやって、わからんから。はい。だからやって、こんな結末なんやとかあったけど、なんかね、はい。ちょっとじゃあ、喋ってみたいんじゃないですか、そういう、喋ってみたいです。作ってる人。はい。どう考えてるか。じゃあちょっと、なんか、やりましょう。お願いします。楽しみ。そうなんや、すごい。そうなんですよ。モカさんは最近はいかがでお過ごし？なんか、ちょっと前にね、なんかランウェイデビューしたって海外で。そうなんですよ。初めて、アカネクラブで、今年の目標を、話したこともあるんですけど、モデルのお仕事をしたいっていうのが実際に今年叶いました。すげー。めっちゃかっこよかった。あれはどこでやったショーなんですか？香港でやったんですけど、コレクションのショーで、最後、デザイナーの方とも一緒に歩かせていただきました。すごいね。めっちゃ嬉しかったです。いやー、ね、そうやって夢が叶って、素晴らしいこと本当に嬉しかったです。ね。めっちゃ大きいステージやったよな。もう、本
当に初めてこんなところに立っていいのかっていうぐらいすごい大きいステージ一人でで。立つわけやもんな。いつもはさ、メンバー17人で踊るけど、一人っきりっていう。はい。すごく、寂しかったし、ダンスじゃなくて歩くっていう、パフォーマンスだったので、すごい緊張しました。はい。すごかった。ねえ、素晴らしい。でも、だから香港でも、そうやって英語とかでやりとりしなあかんそうです。よね。なんか、男性のモデルの方と、なんかお話ししたんですけど、はいはいその方も初めて。面白い。はい。なんか英語でも喋れて嬉しかったし、なんか初めてっていう仲お間っていう互いね。絆が、そう、すごい、でもそういうコミュニケーションもね、取れるのも楽しいですよね。楽しかったです。はい。いいですね。海外でそういう経験ができるっていうのは素晴らしいことですね。まあちょっとね、今日はね、メッセージテーマも、はい。初めての海外でのエピソードっていうこともあるので、ちょっと海外であれこれの、はい。ちょっとエピソードをこの後も紹介していきたいと思います。はい。じゃあ、まず、曲いきたいと思うんですけれども。はい。じゃあ、あやねさんお願いします。はい。私は最近、ハマってる曲がありまして、はい。すっごい、落ち着きたいというか、自分の心に向き合いたいみたいな時に聴く曲なんですけど、ぜひ皆さんにも聴いてほしいなと思います。ミセスグリーンアップルさんでスープです。暖かい空のように。FM 大阪アカネクラブ。本日のカッパトークはあやねともかが来ております。はい、お願いします。今週のエピソードなんですけど、エピソードっていうか、メッセージトークなんですけれども、初めての海外、はい。皆さんのエピソードを教えてっていうことなんですが、はい。どうですかお二人は初めての海外はいつぐらいだった？私、モカははい、高校生の時に行った修学旅行です。はい。どこに行った台北に行きました。台北に行ったんだ。はい。で、その時に、台北ってすごい屋台文化じゃないですか。で、夜市とかあるのも、なんかすごいキラキラした街中ですごい、日本にはない感じだなと思って、すごい楽しかった思いがあります。あやねさんは？私は中学生の時に、チアダンスをやってたんですけど、チアダンスの大会で一回アメリカに行ったことがあって、はいはい。でも、それが初めてだった。そうです。それが初めてでした。でも、その時行ったのが、結構田舎の方で、規模が信じられない、見たことのない。何の規模？でも全部街の規模を燃やして。街の規模って何？規模ってどういう意味？でかいし、道広い、建物でかい、食べ物も大きい、お菓子もなんか重い。圧倒された。はい。規格外すぎて圧倒されました。でね、なんか今回メッセージ募集したら、はい。めっちゃ、今までで多分一番来たかも。なんかみんないろいろ言ってるみたいやね。なんか、すごい。ね海外に割とさ、行ったことないよっていう人おるからさ。だからこんなにメッセージいっぱい来たの初めてやったから、ちょっとびっくりしてるんですけど、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。はい。兵庫県のグリさんでございます。はい、グリさん。こんばんは。初めての海外は、はい。家族旅行で行ったハワイです。わー、素敵。で、私は高所恐怖症で飛行機が大の苦手。大の苦手。大変だ。で、当時18歳で一人で一週間も行ったんや。留守番するのが寂しくて、まあ仕方なくついてる。なるほど。留守番の手もあったんや。恐怖で、機内食もどう通らず、ハワイに着いてもあと何日後には飛行機乗らんといけんっていうことで、帰りの飛行機のことで、頭がいっぱいで、全く楽しめませんでした。アバンギャルディの皆さんは高いとこ平気ですか？それもう、多分皆さんご存知の通り、高いところ大好きですので。そういう、あれしてるんですよね。そういうあれ。スポーツを。あ、そうです。もう一回しかやったことはないんですけど、なんてやつモーターパラグライダー。それや。モーターパラグライダー。グライダーね。はい。
をやってちょっと高いところに、そうです。いい一つで。身一つで、モーターとパラシュートのみのすごい装備で。すごい。だからまあ飛行機なんて二人ともはい余裕。はい、平気です。高いとこ全然行けます。いけるか。はい。ちょっと私はなんていうか、例えばホテルがはいはいすごい高いところであーベランダ出るとかはちょっと苦手かも。怖ってなる。あとか、なんか、観覧車みたいなあっち系の方が怖い。あジェットコースターは大丈夫やけど、なんか観覧車みたいな、こうしたらどうしようとか。でもそれは考えます。わかります、なんか。観覧車ってさ、縛られてないやん。うんうんうん。余計怖いし、このまま、丸ごと落ちたら、みたいな。それは思ったりするし、まあ、飛行機も毎回、着陸するときはちょっと怖い。あ、わかります。気持ちはめっちゃわかります。なんか大丈夫って思う。音とかもすごいやん。この前、飛行機乗る前日に、なんか、やめてよ。そう、ちょっと悪い夢見て、なんか、飛行機がどうなった飛行機墜落し、そうになってて、その機内がパニックになってるみたいな夢見て、めっちゃ次の日乗るの怖くてよ、なそれは怖かったですね。めっちゃ怖かった。鳥怖かった。何もないこと願うけど、大丈夫やと思うけど、それはね、確かにね、こう、怖い。気になる、ドキドキするよね。続きまして、はい。八王子市のさこさんはお子、さん。初海外は中学校3年生の時に、はいはい。 1週間、ロシアのモスクワに行きました。旅行でですかね。違うんです。あらら。私は娘を妊娠するまでソフトボールしていて、その時は、モスクワの中学生との親善試合で、遠征中は3日間、ホームステイもした。すごい。すごない中学生ですよね。中3でやで。で、飛行機も初めてだし、いやーすげえわ。で、ロシア語も英語もほとんど話せず、挨拶ぐらいしか会話ができなかったですが、まあそれでもソフトボールを通じて楽しく交流できた素敵な思い出です。すごい。でしかも、なんかその後も何度か手紙のやり取りをしてるって。めっちゃ中学生。なんか、そこで文化や環境の違いを肌で感じ、今で言う多様性を学びました。やはり語学の勉強が大事だと痛感。皆さんの中で英語の勉強を一番されてるのはどなたですかっていうことですけど。すごっすごい。すごいですね。やったことないよ。ないですね。うわぁ、でもそれ中3でって言うからまた。そうですね。私も初めて海外行ったのは、オーストラリアでホームステイやったんですけど、そう。でもなんかやっぱホームステイってやっぱほんま全然知らん人の家に泊まるわけやし。ただ、でもやっぱ海外やから割とやっぱ日本の家と違ってでかいんよ。ちゃんと一人部屋もあったし、すごい。ベッドもめっちゃでかかったし、すごい。天井も高い。やっぱりもう規模がね、海外から。規模が。天井も高いし、なんかまあ基本的になんかこうね、まあ日本とは全然違う、その家の形式だったりするから、なんかまあ割とね、なんか楽しい思い出もあったけれども、不安なのは不安ですよ。ですよね。中3っていうから。そんなんて、そんなん無理ですよ。ね。ホームステイすごいよ。でもなんかこういう経験もしてるって。で、英語の勉強してますかって。どうですかしてますか何ですかすごい、めっちゃ直近なんですけど、最近、外を歩いてるときに、ちょっとおしゃれな格好してたんですよ。自分的に。ちゃんと着た服みたいな服を着て歩いてたら、急に後ろからトントンってされて、はって後ろ向いて振り返ったら、海外の方やって、で、どうしましたって言ったら、どうしましたってなんて言ったの英語でもう一旦日本に住んでる方かもと思って、どうしましたって聞いたんだ。日本語で。で、したら、すっごい流暢な日本語で、すごい素敵な服ですねって言われて、そのまま話し込んでしまったんですけど、フィリピンにもともと住まれてる方で、お互い日本語を教えて、英語を教え合いっこしようっていう話になって、お友達になりました。そんなことある？その場でもう、すっごい話盛り上がっちゃって。なんでなんすごい。で、もうなんか、その流れで、じゃあもう次遊びに行こうよみたいな話になって、しかも同い年やったんですよ、たまたま。だからもう、これは運命ってなって、じゃあもう連絡先交換しようって言って交換して今も LINE してます。すごいね。でもなんかやっぱり、英語の上達って、
友達とかから入るんですって。そうですね。友達とのコミュニケーションで学ぶらしい。なんか、あー喋ってもらおうと思っ絶て。対そうだよね。なんかそういうのいいよね。はい。私だから、もう人生に一回でいいから夢があって、全く知らない人たちしかいない。別に英語圏じゃなくてもいいんですけど、とにかく知らない言語の、知らない人しかいない場所に、うん放り込まれたくて。何もう。一人で行ってくださいよ。一人で行ってそれはいけるよ、君なら。いけるいけるいける。もう心置けなく。うん、行ってらっしゃい。埼玉県川越市のなりさんは、はい初めて行った海外旅行は、フランス。フランス、あ行ってみたい。エッフェル塔、凱旋門、はい。サンジェリゼ通りやルーブル美術館、ベルサイユ宮殿などどこも素敵な建物や景色を見るのも、すべてが新鮮でした。で、特に、いいよね。印象に残ってるのは世界遺産にも登録されているモンサンミシェルです。あー、ミシェル。で行きたい。私はモンサンミシェル内のホテルに宿泊したんですが、夜には散歩に出てライトアップや夜景を眺めながら幻想的な夜を過ごしました。素敵。今でも夢のようなひとときです。皆さんにお勧めしたい場所です。で、私は全部行きましたけどね、こう言われたやつは。言ってよ、フランス行ったことありますから、1週間。いいなぁ。 10日ぐらい行ったら、私は。友達と。へただの旅行。えだから全部行った。これモンサンミシェルも行ったけど、泊まるとかあったんや。じゃあいい。フランス行ってみたい。もう最高よ。私も一番好きな国。あれフランス。マレーシアは違うんですいやは、違うね。一番住みたい場所。たい。あー、大好きラブではあるけど、はいはいはい。住むというのがマレーシア。なるほど人生なるほど。でも、一番すごい、感動確かにお勧めしたい場所はフえランス。ー、フランスの、それこそショーとかも素晴らしいし、うんもう建物ももちろん素晴らしいですよ。大まあ旅行におすすめ。へー、いいなぁ。いいですね。マジで素晴らしい。で、ここで一曲。じゃあ、モカさんお願いします。はい。この歌は、すごい前向きになれる。はい。FM 大阪カネクラブ。じゃあ、告知ありますか？はい。アバンギャルディのトノがですね、あ TBS の番組、くのいちに出場します。放送は11月24日月曜日夜6時半からです。3日後そうですね。楽しみやなみたい。またその前言ってたけどさ、はい放送されるかどうからしいよ。言ってましたね。そう、だから、そこも確かになって、ちゃんと放送されるんでしょうか？されない人もいるんだってよ。うん。厳しい世界ね。厳しいですね。そう、だから、果たしてそのがどういうね、風になってんのかなってるのか我々もすごい楽しみやし、はい。ぜひとも放送されてほしい。いや、もちろん。見たいよな、テレビで。はいめっちゃ楽しみやわ、だから。楽しみです。楽しみ。ちょっと皆さん応援もね、よろしくお願いします。お願いしコメントとかもね、やっぱり、大事でございますから、みんなで応援しましょう。行きましょう。よろしくお願いします。ます。そして、そして、アバンギャルディファンクラブイベント、アバディ万博の開催が決定しています。で、二次選考の期間が11月20日から11月24日です。ぜひ皆さん応募お待ちしています。お待ちしております。はい、ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。海外の話いっぱい聞けたの楽しかった。めっちゃ楽しかったです。はい、じゃあ、ということで、今週のカッパトークはモカとあやねでした。ありがとうございました。じゃあ、ここでお別れに一曲、アバンギャ